はい、山であったらこんにちは。低山ハイカーのエイブユーです。このチャンネルは主に 1000m 以下級の低山の魅力をご紹介するチャンネルです。本日は神奈川県の三浦半島最高峰 242m の大楠山というところに登っていきます。で、今横須賀線の逗子駅からスタートしまして、で駅前にはですね、今奥の方に見えてるんですけどコンビニがあります。行動中にね、飲む水とか、あとおやつとかお昼を買うのにちょうどいいと思いますので、まずはここに立ち寄ってみてください。この日は秋、気温だいたい12度なんですけど、3、4時間くらい行動しますので、水をですね、1リットルペットボトルで、2本買いました。あとはおやつはちょっと事前に買っちゃっているので、ここでは買ってないんですけど、だいたい10時から歩き始めて2時間ぐらいで山頂に行けるので、そこで食べるですね、お昼ご飯、パンを買おうかなと思って、今選んでいるところです。でコンビニ行ってましたらバスに乗って登山道のとこ入り口まで行くんですけど、バスがですね、2番乗り場、駅前の2番乗り場から行きます。でだいたいそこから25分ぐらいバスに乗って、前田橋バス停というところで降ります。これって前田橋ちょっとね、バスのシーンは25分ぐらいかかるので、少し割愛しながら、ちょっと編集してるんですけど、この動画ではですね、基本的に全工程ご紹介するつもりです。なぜかというと、登山道って倒木があったり、結構ですね、体力に合わないぐらい斜度がきつかったりとか、いろんな路面状況があるので、山によって全然バラバラなので、初めて、そこの山に登る方でも心配がないように、全工程を記録していくつもりです。低山とはいえだいたい3、4時間ぐらいは回し続けるので、サクッと見たい方はね、YouTube の速度設定で早回しでご覧いただければと思います。ただ動画自体はですね、もうちょっと15分とか20分とかに切って、上げていくつもりなので、それを再生いただければと思います。はい、でここで前田橋バス停に着きましたので、置いていきます。割とですね、並んでる時、駅前で並んでる時に登山の靴とかですね、登山の服装をしている人が多かったので、その人たちもここで降りるのかなと思ったんですけど、意外にもですね、降りたの登山として人として降りたの私だけでしたね。ちょっとこれはですね、山レコという山の GPS 情報とか、写真とかをですねアップするコミュニティがサービスがあって、そこにロゴを残したいので、ちょいちょいですね携帯で写真を撮ってるのが映り込みます。でこの今見えてる道をですねまっすぐ進んでいくと登山道の入り口が見え
てきます。まだここはね、住宅地っていう感じで、山に登るっていう感じはないんですけど、この先に川が流れていて、そこから入っていきます。前田川遊歩道です。大楠山登り口に行きますということで、今迂回路だいぶ前からですけど、横須賀のゴミ処理施設建設に伴って通行止めが続いてます。なので今だいたいインターネットに載ってる GPS のログ、山レコとかに載ってますけど、迂回路がで上げられている方がほとんどですと。前田川遊歩道ですね、大楠山ハイキングコースに入るまでに、この川にある石をちょっと渡っていくという感じです。ここが遊歩道の起点ですね。いい、すごくいい。なんかちょっとしたね、木道を渡っていく感じですごいですね。振り向いて今日有給を取って平日金曜日なんですけど参りました。見えますかね、この飛び石ですよ。石を渡っていくんですけど、普通の靴でも問題ないと思って、今日有給取って来たんですけど、周りにすごい人がいなくていいですね。最初はね、この川沿いを木道みたいに整備されたところを歩いていくので、すごく歩きやすいですね。で、川の中に石を歩いていったりとか、小さいお子さんがいても、飽きない、最初にねインパクトがあって楽しめるところじゃないかなと思います。木道じゃないところはね、こういう風に石で、遊歩道があるという感じです。ここ山レコにですね、私もちょっとログを残して貢献したいので、ちょいちょい写真を撮ってですね、記録していこうと思います。前田橋、でちょっと切れるところありますけど、もし今私防水の靴、登山用の靴履いてますけど、なんでちょっと濡れても別に平気なんですが、持たれてない場合は横にですね、実はこの民家とかありますけど、その横に普通の道路が通ってるので、そっち歩いて行かれても、ハイキングコースの入り口には合流できるので、そっちを利用されたらいいかと思います。でも程度だったらね、普通の靴でも大丈夫だ。ちょっとだけ靴底が濡れるぐらいなんでいいかなと思います。大丈夫かなと思いますけどね。難易度は全然高くないです。なんか山のランキングレベルを数値化しているサイトがあって、後で検索してみようと思いますけど、多分簡単なところなのではないかと思います。
私ここ好きですよ。基本的に低山ってそんなになんか百名山、ちっちゃい山もありますけど、百名山もみたいにこう、大きくて立派で、景色が綺麗で人がいっぱい行くっていうところではなくてですね、なんか民家の近くにある里山と言われるようなところが割と多いので、こう気軽に交通の便もいいですし、気軽に行けるっていうところで、ここちょっとバス乗りましたけどね、25分ぐらいバスに乗って駅から駅前にコンビニもありますし、そこで今日水買いましたけど、そういう現地と調達とかもできるんで、すごくいいですね。何より人に会わないっていうのはこうやって独り言みたいに喋っていても何の問題もないので、非常にいいと思います。なんか話変わるんですけど、私前八丈島にちょっとちっちゃい山があって、そこに登りに行ったんですよ。で、大雨の時に行ってしまって、もちろん全身レインウェアで防水可能な状態で行ってるから別に問題ないんですけど、当然ですね、ちょっと、離島っていうこともあるし、雨っていうこともあるし、あと平日っていうこともあって、誰もいないんですよ。で、雨降ってるし、で、携帯の電波ちょっと通じないところだったんで、そんなに大きくない山だからそんな危険はないんですけど、若干ですね、心細くなりまして、歌を歌いましたね。どうせ誰も来ないんだしっていうことで、なのでそういうところで歌を歌ったところで聞くの相手は自然なんで何ら問題ないです。いいですね、この川も透明な、ちょっと透明度の高い。本当はね、なんかこう山に登る人とかってこう植物とか虫とか、こう川があったらその中に生息している生き物とか割と好きな、主に植物ですかね、高山植物とかが好きで山に登る人たちも多いんですよ。だから大体みんな植物これ見るとね、これは何々そうだとか言うんですけど、ここにはしかない原生種だとか言うんですけど、残念ながら私興味がなくて、犬がいる。ここも写真を撮ろうかな。なんか誰か助けてみたい。ちょっと原因がわからない。なんでだろうな、最近よくあるんですよね。おい、いた。小さな滝。はい。もう駅から GPS、ログ取ってるんですけど、山猫のトラック取ってるんですけど、駅からもうバスまで入れて1時間経過ですね。割と入り口に来るまで、近いですけど、滝だ。いいな。いや、いいな。誰もいないもんね。最高だな。最高じゃん。高い山は景色綺麗とかね、やっぱ雄大なところが魅力だったりしますけどね。たまに一眼担いで景色撮ったりしますけど、やっぱ高い山だとそこに行くまでちょっと時間かかったりね、朝早く起きないといけなかったりするんですけど、なので今日起きたの7時8時ぐらいですし、そこから
持ってくものを準備して、で朝コンビニじゃない、最寄りの駅の近くの軽食店でパンとコーヒー、パン食べてコーヒー飲んでですよ。でそこから電車乗って、でまたバス乗ってここまで来てですよ。今9時10時ですか。計算だとね、片道1時間半とかでもう頂上に行っちゃうから、それぐらいののんびり感で行けるから、まあ好きですよ。どうしてもね、高い山だと、日帰りだと日没までに帰ってこなきゃいけないっていうプレッシャーもありますし、泊まればいいんですけどね、山小屋とかテント泊とかすればいいですけど、テント泊するときだとだいたいテントとか装備とか水とか服とかいろいろ担いで、最低でも15キロぐらいはの重量を自分で担いで歩かないといけないので、ちょっと疲れますよね。山小屋だともっと軽くて全然いいですけど、そのプレッシャーもないですし、で里山ってその基本ちょっと人の手の入ったねところが民家の横にあるっていうすぐそこなんで、もう疲れたと思ったらいつでもやめられるし、すぐ横に民家あるし、標高もそんなに高くないから、下手したらその下すぐ近くにいる民家の人の話し声とかもね聞こえますからね。学校とかが近くにあると、部活動やってる時間とかね、子供たちのスポーツ系だと声とかね聞こえて、人住んでるなっていう安心感もありますからね。あと思い立ってもう今行こうみたいに思っても行ける。ちょっと日没の時間は気にしないといけないですけど、なんていうんだ、山って普通今のシーズンの秋ですけど、日没4時とか5時とか5時ぐらいですかねなんですけど、その前に薄暗くなっちゃうじゃないですか。で山になっちゃうともっとその日没の時間って早くなっちゃうので、なんていうんですかね、言ってもわかりますか、こう見ると谷間っていうか自分より高い位置に、山っていうか壁があるから、そこに太陽が隠れちゃって、普段平地で生活してるよりも全然早く日没っていうのが来ちゃうわけですよ。で普段の街と違ってね、明かりもないですし、そうすると足元もフラットじゃなくて、いろんなこの木の根っことかあって突っかけたりして危ないので、終点まで830メートル、起点まで550メートル、あっという間ですね。平らなんで、なので危ないわけですよ。ヘッドランプ必ず持ってますけど、持ってたとしてもちょっと強い光量のものね、グループで行くときは1人先頭の人が持ってればいいと思うんですけど、強い光量のものを持っておかないと、本当真っ暗のところだと思った以上に見えないですから、できれば先でできると。あと登山中はですね、黙って登るより人といればお話ししながら登った方がいいですね。普段その坂道を登るっていう動きを長時間続けるってあまり生活にはないと思うので、そうすると呼吸が、浅くなっちゃうわけですよ。なので喋ることで自然に息を吸い込むっていうことになるので、一人だと難しいと思いますけどね。こうやって動画撮ってるわけではうんこではない限り楽しいですね。うんこ見つけて一人でね、うんこだって言ってもいいわけですよ。誰もいないから。民家はあるけど
聞かれてたら恥ずかしいな。同じように、平地のと日当たりがふかふかしてますね。なんか前別のところで見たんですけど、わざとこういうところにチップ敷いてね、ふかふかにさせて歩きやすくするっていうようなところもあるようですよ。はい、また川ですね。ちょっと今度ここはちょっと私のリーチでは距離がある。こう行けばいい。結構ね、さっきバス乗ってる時に足元見ると登山靴履いてる人数人、3人ぐらいかな、駅前のバス停で並んでたんですけど、その人たちここで降りませんでしたね。どこに行くのかな。アプローチするのもね、いくつかこの山あるので違うところから登るのかもしれないですけど、一番ここがなんていうんですかね、メジャーな入り口なんで、ここが大口山ハイキングコースです。川終了と。写真撮ろう。これがね、カメラがねちょっと認識してくれないんで、ハイキングコース入り口。よし、これで同期に失敗したら悲しいことにデータがせっかく取ったものがなくなるっていう悲しい事態。